ブラックの戦闘服を着ているな。ブラックの戦闘服は本当は迷彩服じゃない。人質救出作戦などで敵に対して心理的なショックエフェクトを与えるために考案されたものなんだ。だが暗闇の中で着れば高いカムフラージュ率を保つことができるだろう。あと湿地みたいな黒い地面の上でも有効かもな。ブラックのフェイスペイントをしているな。ブラックのフェイスペイントを顔に施せば暗闇でのカムフラージュ率が上がるはずだ。迷彩服を着てフェイスペイントを塗り、姿勢を低くして敵の目を欺く。それがカムフラージュだ。カムフラージュをするにはまずサバイバルビュアに入ってくれ。そこでカムフラージュを選べば、フェイスとユニフォームという2つの項目が表示される。フェイスを選べばフェイスペイントを塗れるし、ユニフォームを選べば野戦服を着替えられるってわけだ。あんたがいる場所に合った偽装を選んでくれ。南オカガニをキャプチャーしたのね。南オカガニは陸生のカニよ。海岸やマングローブの近くで穴を掘って住んでいるらしいわ。毒は持ってないけど、ハサミで攻撃されたらちょっと痛いかもしれない。一応気をつけて。なるほど。で、もちろんうまいんだろうな。どうしてもちろんなの？だってカニだろ？カニよ。カニはうまいじゃないか。どこが？カニ嫌いなのか？当たり前でしょ？どうして？どうしてって、あれ食べ物って言える？紫と黄色のだんだら模様で猫のおしっこみたいな匂いがして。え？まあ、私の好みはどうでもいいわよね。資料によれば、嘘、美味しいらしいわ。まあ、食べたかったら食べればいいんじゃない？私は絶対食べないけど。うん。オロシャヒカリダケをキャプチャーしたのね。オロシャヒカリダケは発光菌の一種よ。暗闇で光るキノコなの。どうしてキノコが光るんだ？ホタルとかと同じ生物発光。いわゆるルシフェリン・ルシフェラーゼ反応よ。簡単に言うと、ルシフェリンがルシフェラーゼと MG2 プラスの存在下で酸化されて、オキシルシフェリンと二酸化炭素に分解されるんだけど、このオキシルシフェリンのカルボニル基が電子的に冷気された状態にあって、それが規定状態に戻るときに光が放出されるわけよ。わかった？いや、全く。そう。ところでそのキノコ、食べたらバッテリーが回復するか？は？いや、光るキノコなら食べたらバッテリーも回復しそうじゃないか。スネーク、あなたのバッテリーは生体電池なのよ。細胞間の電位差を利用して発電するの。生物発光のエネルギー変換効率の高さはよく知られているけど、それはあくまでタンパク質と酵素による化学反応で。つまり回復するってことか。もうそれでいいわ。そうか。台湾コブラをキャプチャーしたのね。台湾コブラは台湾や中国南部などに生息しているヘビよ。性質もかなり凶暴だし、強い神経毒を持っているから気をつけて。噛まれたらすぐにサバイバルビュアーのキュアで血清を注射するのよ。なるほど。わからないわ。は？資料に載ってないのよ。どうしても知りたければ自分で食べて確かめて。俺は何も言ってないぞ。でも聞きたかったんでしょ？味のこと。まあな。じゃあそういうことで。パラメディック。何？君の言った通りだった。何が？オロシャ光だけを食べたらバッテリーが回復したんだ。え？どうした？いえ、それは、よかったわね。スネーク、ちょっと失礼していい？ああ。ねえ、今の聞いた？ああ、生物発光するキノコを食べたからってバッテリーが回復するわけがない。どういうことかしら？さあな、ただの思い込みじゃないか？プラシーボ効果？ああ、あの人かなり単純っぽいしな。じゃあ特に害もないみたいだし、信じさせておきましょうか。それがいい。スネーク、お待たせ。オロシャ光だけは光るキノコだから、食べたらバッテリーが回復するわよ。治水コウモリをキャプチャーしたのね。治水コウモリはいわゆる吸血コウモリよ。噛みつかれたら血を吸われるわ。わかった。ところでコウモリといえば。また今度にしてくれ。え？どうせ吸血鬼映画の話だろう。
吸血パン屋の大逆襲とか、決戦吸血鬼対宇宙カバとか。コウモリといえば超音波で地形を認識することが知られているって言おうとしたんだけど、ああ。コウモリは超音波で地形を認識しているから、何か特殊な音波をぶつけてやったら追い払えると思うわ。味もまあ食べようと思えば食べられるでしょ。なるほど。吸血鬼映画嫌いなの？何？さっきの言い方なんか嫌そうだった。そうだったか？ええ。そうか。だがそんなもの好きなやついないだろう。いるけど。君か。ええ。だって面白いのよ。吸血鬼ドラキュラ。やめてくれ。どうして？どうしてだっていいだろ怖いの？う。何？吸血鬼怖いんでしょ。バカ言うな。だって。いいか、吸血鬼なんてこの世にいない。ただの作り話だ。いかによくできていようとな。そうね。そんなものに俺が怯えると思うか。いいえ。だろう？ええ。吸血鬼なんか怖くない。ええ。ただ、吸血鬼の話を聞くとその晩必ず夢に見るんだ。だから聞きたくなかった。それだけだ。そう。スネーク、世界大戦争って知ってる？いや、知らないな。核による世界の終末を描いた日本映画よ。東西緊張が極限に達して抵抗も虚しく ICBM が発射されてしまうの。誰も望んでいなかった人類の滅亡が現実のものとなる。この映画は世界の滅亡を一般市民の視点から描いているの。彼らの小さな日常は何ら関わりのない戦争という力によって失われてしまう。誰もが次なる大戦に怯えている。だが一個人にできることは少ない。止められる人間が止めなければならないわ。あんたが装備してるのは暗視ゴーグルだ。光を増幅して映像化する暗視装置らしい。光を増幅だって？ああ、そんな風に見える。なんてこった。アメリカでもその手のものは研究されているんだが、今のところ赤外線単焦機を併用しなければ実用には耐えないものしかできてない。それを携行できる大きさで実現するなんて。とにかくそいつを装備すれば暗いところでも視界を確保することができるはずだ。ただし炎のような明るいものを見てしまうとしばらく視界が焼き付いてしまうだろう。そこは注意してくれ。白リン手榴弾を使う気か。白リン手榴弾はその名の通り白リンを使った焼夷手榴弾だ。白リン手榴弾は米軍でも第二次大戦で使われ、白リンの頭文字 WP からウィリー・ピートと呼ばれることもあった。あんたの持ってるのもそれとほぼ同じものだろう。白リンは白い炉状の固体で酸素と反応して自然発火する。燃焼温度は下氏5000度以上。爆発時に降下範囲にいる人間は重大な火傷を負うだろうな。間違って自分を燃やしちまわないように注意してくれよ。もし体に火がついてしまったら水に入るか、燃えている服を他の服に着替えるといい。ローリングを繰り返しても火を早く消せるはずだ。松明？えらくアナクロなものを使ってるんだな。まあ明かりとしては役に立つだろう。その松明は白樺に松ヤニを染み込ませたもののようだ。日持ちがいいから使っている途中で燃え尽きてしまうようなことはないだろう。装備して CQC ボタンを押せば敵を殴りつけることもできる。連打すれば振り回せるからコウモリやなんかを追い払うには便利かもな。リロードボタンを押せば火をつけたり消したりすることもできる。敵が近くにいるときは火を消すといいだろう。うまく使ってくれ。ただし松明の明かりは遠くからでも目立つ。言うまでもないことだろうが、戦場で松明を掲げて歩くなんて正気の沙汰じゃないぜ。松明に火をつけるのは洞窟の中のような明かりがなければ進めない場所だけにした方がいい。ああ、分かってる。スネーク、宇宙戦争って知ってる？いや、知らないな。隕石に偽装した円盤が火星から襲ってくるの。円盤は熱光線で街を襲うんだけど、それでどうした？実は私、この映画怖すぎてほとんど目を開けられなかったの。じゃあ見てないのか？そんなことなくて、そう、H.G. ウェルズの小説が原作で。見てないんだな。そうだ、私が2歳の時、同じ原作のラジオドラマが流れたのを父が聞いていたの。
日曜ディナー後のおくつろぎ中にね。ニュージャージー州に落ちた隕石から怪物が出てきましたって、まるで実況中継のニュースみたいな内容だったそうなんだけど、父と兄さんたちはそれを信じちゃって、もう大パニックだったんだって。寝ていた私を母に抱かせて、寝巻きのまま車に乗り込んだらしいのよ。だけど父は車のエンジンをかけたところで、やっとあれはドラマだって気づいたんだって。だって、カーラジオからは甘いクロスビーが流れ出したんだもの。どこにチューンを合わせても他局ではそんな史上空前の大ニュースはやってなかった。まさにラジオは笑うだな。全員無言のまま部屋に戻って彼らは母に叱られて終わりだったけど、かわいそうなのは私よ。その事件のおかげで何かっていうと父や兄さんに火星人が来るぞって脅されて育ったんだから。そりゃ災難だったな。でしょ？で、映画は見てないのか？見たわよ。だから火星のウォーマシンには核兵器も役に立たなくって。おう。そうだスネーク、あなたも火星人みたいに何かに偽装したら敵に見つからないかも。偽装？隕石じゃなくてもっと身近なものに隠れることができれば。身近な体を隠せるもの。体の入る箱とか。なるほどな。で、見てなかったのか？見たってば。